皆さんこんにちは、Tスタジオです。よろしくお願いします。さて、今回なんですが、コンデジを持っていない私がもし今1台買うならどれを選ぶのかっていうテーマで動画を撮っています。実は私はいわゆるコンデジっていうものを持っていなくて、ライカの M11D とかニコンの ZF、そしてソニーの α6700、α7C2 などいろんなカメラを使っていますが、ポケットにポンと入れて気軽に持ち出せるようなカメラっていう意味では、コンデジってやっぱり気になる存在なんですよね。今回は最近発表されたルミックスの DCL10、あとはソニーの RX100M7、そしてリコーの GR3X、そして富士フィルムの X106 の4台を候補にして考えてみようかなと思います。皆さんのおすすめのコンデジもあればコメントで教えていただけたらなと思います。ぜひ最後までご覧ください。この動画はカメラのある暮らしをちょっと素敵にコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。で、早速なんですけど、最近コンデジってもうめちゃくちゃ流行っていて、私の周りの人でも持ってない人ほとんどいないんじゃないかなっていうくらい、みんな何かしらは持っていて、ミラーレスカメラは使わないけどコンデジは使いますっていう方って結構多いと思うんですよね。でも私は逆にミラーレスカメラは持ってるけどコンデジは持ってないっていう逆のパターンなんですよね。なので最近いろいろ新しいものとかも出てきていますし、せっかくなので、買うか買わないかは置いといて、自分に一番合ってるコンデジって何なんだろうなっていうテーマで今日は考えてみたいなと思います。私がコンデジに求める条件についてなんですが、私が求める条件は大きく分けて2つあるかなと思います。1つ目はコンパクトかどうかですね。これはかなり大事で、せっかくカメラに求めるのであれば、今持ってるミラーレスカメラとかレンズよりもコンパクトなものを選びたいなと思っています。そして2つ目の条件なんですけど、2つ目は標準域のコンデジが欲しいなと思っています。コンデジでも高倍率ズームができるものもあるとは思うんですけど、できるに越したことはないですけど、必須条件ではないなっていう感じですね。単焦点レンズでもズームレンズでもどちらでもいいんですけど、35mm から 50mm くらいで撮れるといいなと思います。ということで早速なんですけど、ちょっとモニターを見ながら、サイトを見ながらお話をしていくと、今回候補として挙げたカメラとしては、まずルミックスの DCL10、あとはソニーの RX100M7、あとはリコーの GR3X、そして富士フィルムの X106 の4台になります。で、私が今一番気になっているのはルミックスの DCL10 ですね。で、気になってる理由としてはすごくシンプルで、見た目が可愛いからっていうのが理由です。この間発表されたばかりのものですが、DCL10 は最初に見た時にかなり惹かれました。特にゴールドのカラーなんかはクラシックな雰囲気もありつつ、ルミックスらしい今っぽさもあって、シルバーとかブラックも可愛かったんですけど、私はチタンゴールドがかなり気になるなっていう印象です。ただ価格を見てみると、シルバーとブラックで約21万円、そしてゴールドで約23万円くらいなので、コンデジとして考えると決して安いカメラではないなと思ってしまいますね。で、DCL10 のレンズなんですけど、レンズはライカのズミルクスの 2475mm 相当で F1.7 から 2.8、これはかなり魅力的だなと思いました。24mm から 75mm くらいまで使えるので、いわゆる広角から中望遠くらいまでをカバーできるんですよね。コンデジの中には単焦点レンズのものも多いので、ズームできるっていうのはかなり実用的だと思います。例えば後からご紹介する富士フィルムの X106 は 35mm 相当で、リコーの GR3X は 40mm 相当の単焦点です。
単焦点で撮る楽しさもあるとは思うんですが、ズームしていろいろ撮れるっていうのはポイント高いですよね。しかも開放 F 値が F1.7 から 2.8、 広角側で F1.7 で望遠側で F2.8 なので、ズームレンズとしてはかなり明るい方なのかなと思います。室内で撮ったりとか夜の街で撮るのもいいですし、背景を少しぼかしてみたいっていう方なんかも写真を楽しめるんじゃないかなと思います。いや、このあたりは実際に触ってちょっと使ってみたいですよね。そしてもう一つ気になるのがマクロ撮影です。DCL10 は広角側で被写体に3センチまで近づいて撮影できるっていう風になってるみたいで、そこは他のコンデジにはない魅力かなと思います。そして次にセンサーについてなんですが、DCL10 は3分の4インチの裏面照射型の CMOS センサーとなっていて、有効画素数は2040万画素になります。一般的な1インチセンサーのコンデジよりも画質面ではかなり期待できそうなところですよね。私が次に気になっているソニーの RX100M7 が確か1インチのセンサーなので、センサーサイズだけで見ると DCL10 の方がサイズが大きいのかな。あとは GR3X よりも DCL10 の方がセンサーサイズが大きいみたいですね。めちゃくちゃ小さいコンデジっていうよりかは画質面もちゃんと重視したプレミアムコンパクトカメラみたいな立ち位置なのかなと思っています。画角については単焦点のコンデジほど割り切るっていうわけではなくて、ちゃんとズームもできるっていうこの絶妙なバランスが DCL10 の魅力でもあると思いました。そして次に色味についてなんですけど、ルミックスといえば最近はリアルタイムラットのイメージが強いなと思っていて、この DCL10 にもリアルタイムラットが搭載されてるみたいで、自分好みのラットをカメラに入れて撮影時にその色を反映させることができるっていう仕様になってるみたいです。これは撮影してすぐに写真を投稿したい人にはかなり嬉しい機能ですよね。撮った後にパソコンで現像するのも楽しいと思うんですけど、パソコンが手元になかったりとかするとそれができないので、撮った写真をその日のうちにスマホで送って投稿したいっていう方には、カメラ内で自分の好きな色で設定して撮影ができるっていうのはかなり便利だなと思います。そして次にサイズと重さについてなんですが、DCL10 の重さはバッテリーと SD カード込みで 508g になります。ここは正直コンデジとして考えると少し重いのかなと思ってしまうところではありますね。私が持ってる α7C2 と 24mmF2.8 の G レンズの組み合わせとあんまり変わらないなっていう感じがします。例えば他の候補に挙げてたカメラと比較すると、GR3X は約 262g とソニーの RX100M7 も 302g なので、それと比べると DCL10 はかなりしっかりした重さがありますよね。あとは富士フィルムの X100VI もだいたい 500g 前後なので DCL10 は富士フィルムの X100VI と同じぐらい、それに近いぐらいのカメラなんでしょうかね。そして次がソニーの RX100M7 なんですけど、RX100M7 は画角で言うとだいたい24から 200mm ぐらいまでのレンズで高倍率で撮れるっていうのが魅力ですよね。ソニーのミラーレスカメラと、あとこのカメラはサブカメラとして持ってますっていう方が私にコメントをくださる方の中で結構いらっしゃってて、ずっと気になってるカメラではあったんですよね。ただ気になるところとしては、発売時期が RX100M7 は2019年発売なので、今から新品で買うってなるとちょっと古すぎるのかなっていうところ
で少し迷ってしまいますね。でも新しいモデルがもしかしたら出るんじゃないかなっていうのを SNS でちょっと見かけたことがあったので、もし RX の100シリーズの新型が出るのであれば、それはかなり気になるなと思います。今から買うのであれば新型の動きもちょっと気になるなっていうような立ち位置のカメラですね。そして次がリコーの GR3X になります。GR3X は画角が 40mm 相当の単焦点レンズで、重さがだいたい 262g になります。これはもうかなり軽くて超人気のカメラですよね。これ今新品で買えるのかな。 GR3X はポケットから出してすぐ撮れるっていう軽快さと、あとは写り、落ち着いた印象の写りっていうのがなんか私のイメージとしてあって、なんか新品で買うのはちょっと大変そうなカメラですね。やっぱ人気なだけあって入荷するのに時間がかかってしまうのかなっていうところですね。そして最後が富士フィルムの X100VI になります。このカメラは去年海外の観光客の方に写真撮ってもらえませんかっていう風に頼まれた時に、その海外の観光客の方が使ってたのが富士フィルムの X100VI で、その時に初めて触ったんですけど、触ってる時間はすごく短かったんですけど、めちゃくちゃいいなと思ったカメラだったんですよね。ちょっとずっしりした感じはありましたけど、やっぱり高級感が他のカメラとは違うなと思いました。で、画角で言うと 35mm 相当の単焦点レンズで、画素数はなんと4020万画素になります。フィルムシミュレーションも使えるので、取って出しの写真を楽しむカメラとしてもかなり魅力ありますよね。あとは 35mm っていう画角も自分が求めているものに合っているので、すごくそこも魅力だなと思いました。ただ価格が新品で40万円となってしまうと、少しそこは考えてしまいますよね。他のカメラもすごく気になってしまってはいるんですけど、どのカメラも魅力ではありますが、やっぱりルミックスの DCL10 か、もしくはソニーの RX シリーズの新しいバージョンを選ぶっていうのが今のところの結論でしょうかね。こんな感じであっさりした動画になってしまいましたが、今回はコンデジを持っていない私がもし今コンデジを買うのであればどれを選ぶのかというテーマでお話をしてみました。皆さんだったらこの4台の中でどれを選びますか？ルミックスの DCL10 かソニーの RX100 M7、リコーの GR3X、富士フィルムの X100VI、それぞれ魅力がかなり違うので、どれを選ぶか迷うところではありますよね。もしこれらのカメラお使いの方がいらっしゃれば、ぜひコメントで使い勝手なんか教えていただけたら嬉しいです。それと他に今挙げた候補4つのカメラ以外でコンデジを使っている方でおすすめのものがあれば、ぜひそちらもコメントで教えていただけたらなと思います。では今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をいただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひそちらもフォローいただけると嬉しいです。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。